I taught you. こんにちは、たつまるです。今日は新しい攻略動画を持ってきました。今回の動画は前回の更新と続編となる10から14世代の英雄の遠征性能をティアランキング化し紹介していきます。皆さんの最強パートナーを探すための重要項目なので最後までお見逃しなく。またメンバーシップでは個別の育成相談プレゼント企画を実施します。ぜひご参加ください。攻略動画も見逃さないためにチャンネル登録よろしくね。最新攻略グループも絶賛稼働中です。楽しく研究したい方の参加をお待ちしております。今回の動画では主に純粋な性能を評価したディアランクと活躍期間育成難易度など多角的に評価した総合評価ランクと分けて紹介していきます。それでは英雄を評価するにあたってランキング基準をまずはじめに紹介します。ランキングは S から C までの4段階で評価していきます。 S ランクは世代最強圧倒的に有利が取れる。 A ランクは激強大きく有利が取れる。 B ランクは工夫がいるが強いまたは使える。 C ランクは無難代替案といった基準です。次にこの動画を参考にするにあたっての注意点を3点説明します。1、あくまでも英雄単体での評価がメインです。英雄戦力は強力な盾、槍、弓3英雄を揃えて初めて進化を発揮します。2、育成状況による変化。皆さん自身が盾、槍、弓のバフをどのように育成しているかによっても英雄評価は変わってしまいます。例えば盾、槍のみを集中育成した人にとっては弓兵の火力を生かすスキル持ちの英雄選択は評価が高くてもこの方には間違った選択となります。それよりも盾、槍の性能を向上させる英雄選択が正解となるわけですね。3、ポジション別、役割別にも評価は変わってきます。集結のみを担当する方が防衛時に強力な英雄を選択しても施設防衛をする機会がない場合進化を発揮できないからですね。まずは10世代以前で使える英雄を紹介していきます。まずは集結英雄ティアランキングです。本当は9世代8世代英雄にも使える英雄はいるんですけどね。長期運用できる英雄のみを厳選しました。次は防衛向き英雄ティアランキングです。防衛向き英雄も長期運用できるものだけを厳選しました。まずは第2世代アロンゾです。総合評価ランクは B ランクとします。縦槍編成との相性が良く情報修正により縦槍を増強する使い方ができるようになりましたね。次は3世代ミアです。総合評価ランクは S とします。縦弓編成との相性が良く長期にわたって槍の適正枠として活躍してくれます。特に集結では縦弓環境に突入したこともあり重宝しますね。スキル特性上荒いですが補正倍率が高く替えが利きにくい英雄ですね。次は3世代グレッグです。グレッグは縦槍との相性が良く集結時縦槍編成での定番英雄です。汎用性が高い HP 上昇スキルはアロンゾより活躍場面は多いですね。ステータスで勝負せずスキルでの縦槍の増強がメインのため専用装備育成は必須となります。次は防衛向き英雄の評価です。2人とも縦弓駐屯時に使用します。
ジャスミンは情報修正によりミアのような活用ができるようになりました。またフレンダーはジャスミンより安定しますが、10世代以降との相性はやや劣ります。最後は7世代ブラッドリーです。縦槍との相性がとても良く、11世代までは最適英雄と言えるほど強力な防衛性能を持っています。縦槍編成を増強する使い方がメインとなるため、専用装備の育成は必須となります。ブレもなく安定して戦果を上げてくれますね。それでは選抜英雄を交えた集結英雄ティアランキングを紹介していきます。基本的にはグレゴリーとブランシュを獲得し、ミアと組んで縦弓中心に戦うのがベストです。グレゴリーがいない場合、9世代マグヌスで代用しましょう。次は防衛向きティアランキングです。グレゴリーとフレイヤをブラッドリーで増強する縦槍編成がベストです。ただ差し込み時の援軍難易度は縦弓特化育成におすすめの編成もあります。グレゴリーとブランシュをジャスミンで増強する編成ですね。グレゴリーはどのような比率でも活躍してくれます。特に第2スキルの会心が強力でブレはありますが、11世代でも戦える性能がありますね。施設防衛もするなら獲得し、集結だけであれば11世代のエリオノーラを待つといった選択をおすすめします。次は10世代ブランシュの評価です。縦弓環境に変えた張本人ですね。編成時に弓兵を多くすることだけできれば穴のない性能を持っています。第3スキルの削りは圧倒的ですね。ルーレットキャラで育成難易度が低い点も考慮すればかなり高評価です。次はフレイヤですね。結論から言いますと、駐屯リーダー以外はスルー推奨となります。防衛時の比較対象としてソニアが候補となりますが、10世代環境では少し苦しいです。駐屯リーダーは未取得だと戦えないのも確かですね。次は11世代集結向きティアランキングです。集結での環境はまだ縦弓中心です。新しく追加されたエリオノーラ・ルーファスともに10世代と絶対的な性能差があるかと言われれば正直ないです。かなり横並びな性能差と言えますね。次は防衛向きティアランキングです。こちらは縦槍中心での防衛が最適な環境です。11世代縦のエリオノーラは弓との相性が最高です。ただ防衛時弓兵を使用しない場合、10世代グレゴリーで代用できます。しかし槍英雄には明確に差があります。11世代槍ロイドの防衛性能はかなり高いです。駐屯リーダーは切り替えたいところですね。次は総合評価ランクを見ていきましょう。エリオノーラは弓との相性がいいです。縦弓編成での集結に最適なので、集結のみ担当するなら10世代をスルーして11世代の獲得がいいですね。駐屯リーダーもするのであればそのままグレゴリーで代用可能です。11世代弓ルーファスですが、遠征のみの評価は特段高くはありません。ブランシュでも代用可能です。ただかけらに余裕があれば熊では16世代でも最強格なのでブランシュスルーの選択肢もありです。駐屯リーダーをするのであればロイドの獲得を推奨します。11世代で未取得だと厳しくなる英雄はと聞かれるとロイドだと答えます。しかしここから防衛環境も変化するので、獲得する人はこの世代ピンポイントで有利を取りたい人向けです。
次は12世代ティアランキングを見ていきましょう。まずは集結時です。環境は相変わらず縦弓環境ですが、注目英雄のカロールが登場します。ミアとの差やどういう人に向いているのか、この後解説していきますね。次は防衛時のティアランキングです。 S ランクがいないと思ったことでしょう。12世代から防衛時は圧倒的縦弓環境ではなくなりました。弓英雄ライジーヤの性能もありますが、640などの縦槍編成に強いカロールを集結時に使用してくるのも影響しています。横並びな A ランクから状況に合わせての編成が重要になってきますね。集結は縦弓環境です。12世代縦英雄ヘルビルは縦弓との相性はあまり良くありません。スキルの多くが縦のみに作用するからですね。基礎ステータスも高いですし、防衛時平均から縦槍で編成すると最大限活躍しますね。弓英雄ライジーヤは縦弓との相性がいいです。編成時には弓兵必須のスキルなので扱いに気をつけましょう。駐屯リーダーをする方、闘技場で活躍したい方におすすめです。最後に12世代槍英雄カロールを紹介します。縦弓編成との相性がとても良く、遠征スキル効果が安定するのが特徴です。また縦槍駐屯に強いといった特徴もありますね。気になるミアとの比較ですが、絶対的な差が出るわけではありません。しかしミアの最大の弱点のブレをカバーしてくれます。例えば 50% の確率で相手を割ることができて 10% でカロールも上回るミアよりもほぼ 100% 同角を割れるカロールの方が太陽上などの戦略に組み込みやすいんです。相手の駐屯を大きく削れるような主力級の集結リーダーのみミアから切り替えるのがおすすめです。次は13世代ティアランキングを紹介します。まずは集結向きです。ここでは強力な縦英雄弓英雄が追加されます。集結では縦弓環境が継続されていますね。13世代弓ウルカヌスの火力を前面に押し出して削る編成がおすすめです。次は防衛向きです。環境としては平均からやや縦槍といったところでしょうか。相手は縦槍削りに強い12世代槍カロールを多用してくるので、 S から A ランクを中心に皆さんに合った編成を探してみてください。ギーゼラは14世代でも十分に活躍してくれます。遠征スキルは確率系でブレは大きいですが強力です。縦弓編成に重要な弓の耐久力も大幅に強化してくれます。ウルカヌスは縦槍に強いです。弓兵必須ですが遠征第2スキルの削りが強力で主力の活躍をしてくれます。槍英雄フローラは駐屯リーダーのみ獲得をおすすめします。縦槍環境とも消えなくなった13世代の駐屯環境ですので、獲得さえすれば鉄壁というほどの活躍は難しい印象です。次は14世代ティアランキングです。集結向きですがついに環境変化がありました。14世代槍ドミニクの登場です。縦槍弓のバランス編成が最適な環境となりましたね。もちろん縦弓編成が通用しなくなったわけではありません。防衛向き環境にも変化があり、弓英雄のカーラを組み込むのが最適となり、防衛も平均から弓兵多めが環境へと変化しましたね。
14世代盾エリーフは基礎ステータスは高いですが、縦弓編成との相性は良いとは言えません。ですので集結で運用するならドミニクとセットで使用し、槍兵弓兵混合の平均比率がおすすめです。14世代槍ドミニクは安定性が高い上強力な削り性能を持っています。また縦弓を強化してくれるスキルもありますが、槍兵も必須となります。つまり平均比率がドミニク運用の最適比率なわけですね。最後は弓英雄カーラです。駐屯リーダーならぜひ獲得したいです。第3スキルの削りが特に強力で、弓兵必須で防衛向きですが、集結でそのまま使っても活躍してくれます。辰丸の動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくね。またね。